シリーズの金子ゆうきです。今回は新玉ねぎの焼き餃子の作り方をご紹介いたします。今回は当店の天津市に協力してもらってプロの包み方、美しい包み方というのもご紹介してますので、ぜひご覧になって挑戦してみてください。それではまず餃子のあんから作っていきたいと思います。今回餃子ということで天津という専門の天津市の彼に協力をしてもらって、作り方をご紹介させていただきたいと思います。ではまずお肉ですね。お肉、今回、ご用意したのは脂身の少ない豚の肩ロースのお肉をご用意します。お好みで大丈夫です。でこちらにまず塩を入れていきます。で塩を入れたらよくここで、混ぜます。で塩を入れることによって粘り気が出てくるので、しっかりとここは食感につながってくるので、よくここは練ってください。やっぱりそのあんにするっていうところなので、もうお肉同士をつなぐっていうところと、食べた時の食感とジューシーさっていうところにも関わってくる。ここはちょっと大変なんですけど、しっかりと練るっていう作業がポイントです。ではこんな感じで粘りが出てお肉がまとまってきたので、ではお肉ここまでの状態になりましたら、その他の調味料を加えていきます。ではまずうまみ調味料、それからお砂糖ですね。で白醤油でこちら混ぜていきます。白醤油もしなければ白だしみたいなものでも大丈夫です。でよく混ざりましたら、フライドガーリックですね。生のニンニクでもいいんですけれども、少し何でしょう、ニンニク特有のこの癖といいますか、香りというかっていうのが気になる方もいらっしゃると思うので、フライドガーリックを使うことによって少しそういうのが軽減されるので、ちゃんとそのニンニクの旨味っていうのも出しつつ、そういう嫌な感じ今日は抑えつつっていうところで、フライドガーリックを使用しています。で混ざりましたら、今回の主役ですね、新玉ねぎを入れます。新玉ねぎみじん切りにしてください。少し粗めがまた食感もあっていいかと思います。でこちら混ぜるときはさっくりと、あまり潰さないようにですね、混ぜてあげてください。では最後にごま油入れていきます。この油もさっくりと混ぜてください。ではこちらで餃子のあんの完成です。それでは餃子ですね、包んでいきたいと思います。餃子の皮はお好みで大丈夫です。まず縁に水をつけていきます。中心にあんをのせまして、端からひだを作るように包んでいきます。皮もですね、常温に戻しておくと、割れない、下が割れないようになるので、それもポイントだと思います。それでは餃子ですね、焼いていきたいと思います。まずフライパンにごま油ですね。まだこの段階では火つけてないんですけど、
餃子並べます。で、ここで火をつけます。最初の火加減は強火です。しっかりと表面にこう焼き色をつけて、そこから水を入れて蒸し焼きにしていくんですね。まずこの冷たいところからこうどんどんこう徐々に温度を上げていって、ということによってこう綺麗に焼き色がつくので、だいたいこれぐらいですね。焼き色がつきましたらお水加えていくんですが、こうできればお湯にしてください。すぐに蓋をします。で、火加減を強火から、中火に調整します。ここから5分ほど蒸し焼きにして仕上げていきます。で、お水ではなくてなぜお湯かと言いますと、水入れちゃうとどうしてもフライパンの中の温度下がってしまうので、焼き時間だったりとかに影響してしまうところが一つです。なので、できればお湯を入れてあげて、そのままのこの蒸気で蒸し焼きにしていくっていうのも焼く時の一つのポイントですね。それでは5分経ったので蓋を開けます。で、このように水分がなくなった状態になりますね。で、ここで最後に少しだけごま油周りから入れます。で、火加減強火にしてください。これは最後にこの焼いた麺をパリッと仕上げるために最後の仕上げのような形ですね。これをすることによって、外側パリッと中ジューシーに仕上がる。で、焼けましたら完成です。それでは盛り付けていきます。パリッとしてる麺を上にしてあげた方が、見た目も綺麗ですし、あとやっぱりずっとこの下に焼いたものを下に置いとくとどうしてもこう水分が落ちてきちゃうんで、そのパリッと感がなくなってしまうんです。盛り付けるときは、焼いた麺を上にした方がいいですね。今回餃子ですね、そのままでも十分美味しく、お召し上がりいただけるんですが、こちらのよだれ鶏のタレとの相性もとてもいいので、ぜひ試してみてください。で、こちらのよだれ鶏のタレは、よだれ牛という別の動画でご紹介させていただいてますので、こちらもぜひご覧になって皆さんもぜひ作ってみてください。ではこちらで、新玉ねぎを使いました焼き餃子の完成です。